模写ができないっていうことは自分以外の上手い人の技術を吸収できないんですよ。じゃあなんで模写がうまくできないのって言ったらですね、模写ってまず見るっていう動作、それを再現するっていうですね、2つに分かれてるんですよ。どんだけ頑張っても見方が間違ってるとうまく描けないんですよね。指先ずっと見ててもしょうがないのね。絵を見ないとしょうがないんですよ。ほとんどの人はちゃんと見てないんですよ。僕の動画とか過去添削とか見てないんですよ。この差ですよ。見てないし聞いてないんですよ。添削してるところを手元をね画面共有しながらやってるんですけど、あれって何って言ったらですね、書いてる手順を皆さんにお見せすると、これは何かというと種明かしなんですよね。こういう手順で書いてます、こういうようにものを捉えてます、こういう風に書きましょうっていうね、あれをほんと止めながらゆっくりやりながら書いてる手順で模写してほしいんですよ。例えばクックパッドで作った料理、あれって12345ってこの手順があって、でそれを最初からですね、1個ずつ再現していくから、美味しい料理になるんでしょ。それと同じように、止めたり遅く再生したりしながら、その段階ごとでこの時ってこういう風に書いてんだなとか、こういう手順で書いてんだ、ちょっと時間かかるかもしれないけど、そんなに難しくなくて、しかもこれは書きたいなっていうのを一つ選んで、画面見ながら手順で書いてみてください。手順模写おすすめします。でそうするとおそらく皆さんと僕でそもそも認識が違うと、捉え方が違う、手順が違う、何もかもが違うかもしれない。でもその皆さんと僕の手順の違いとか考え方がですね、そもそも違うんだっていうところにぜひ気づいて、そして今後の参考というのかなにしてほしいんですよね。多分手順が違います。絵が上手くなるか下手かって言ってね、高度な間違い探しだと思ってください。でそれが、細かい線で見ててもしょうがないのね。まず全体の比率が間違ってたらどうやっても合わないですよね。で次、例えば面積、肌色、髪の毛の量感が間違えたら、これもですねそのと合わない。で最後ね、線に関して言うとですね、髪の毛の束あれ一本一本再現するの大変じゃないですか。実はね、あれね、1本が2本、2本が3本のところになったところでですね、違わないんですよ。ドラゴンボールの前髪とかさ、鉄腕アトムの頭とかさ、ぐらいはっきりしたらさ、本数って決まってていいと思うんですけれど、あんだけ細かいですね、今のアニメみたいな髪の毛の毛束に関して言うと何本だろうが大差ないですからそこ見てもしょうがない。そこは本質ではない部分なんです。絵によって違うよねってところは本質ではない部分です。そうじゃなくて、頭の形だったり、頭からその髪の毛がどのぐらいのボリュームであるかとか、そこが本質の部分なんですよ。細かい部分の再現に走っても、そこを頑張ってじーっとですね見ても意味ないんですよ。で皆さん、その見るときにポイントとしては、いきなり細かいところを見るんじゃなくて、一回なぞってみましょう。模写の対象物をなぞるんです。しかもギザギザと細かくなぞるんじゃなくて、僕のね、なぞる本の方で紹介しているように、全体をざっくりとなぞってみたりとか、髪の毛と顔の面積を、分けてみたりとか、そうやって区切るようにしてなぞってみてください。そうすると初めて自分の先入観っていうものが壊れて、あれ、このキャラクターって案外髪の毛大きいんだなとか、目のサイズってこのぐらいなんだなっていうことがですね、細かくなぞるんじゃなくて、なるべく大きくざっくりなぞるんです。これポイントなんですよ。大きくざっくりなぞるって、これ何かっていうと、そうやって大きくざっくりなぞることによって初めて人っていうのはそういう見方ができるようになるんですよ。最初のうちって多分ね、そもそも大きく捉えるってことが最初の頃できないんですよね。そういう見方ができてないからなので、その補助として、指先で持って実際なぞってみるんですよ。自分の捉え方、認識との、齟齬っていうか、ズレみたいなものが、生まれると思います。その認識のズレが
絵がうまく描けない正体なんですよ。自分の思ってたのと違うっていうのをすごい感じてほしいんですよね。そこの気持ち悪さっていうものを十分に味わってほしいんですよね。そこを感じないと、ずっと自分が気持ちよく描いて、気づいたらなんか全然違うもの描いてる。これね、見てないんですよ、その絵を。自分の絵ばっかり見てる。自分の描いてるところばっかり見てる。そしたらそれはさ、自分の癖を引き伸ばしている時間なので、それは楽ですよね。しかしちゃんと形見てないから、もちろん似てない。これもね、決めつけみたいになっちゃうんですけど、往々にして絵見ない人の話聞いてませんおそらく僕の話も自分事として捉えません。これは無視できないぐらいに相関性があります。はい。だいたい人の話は聞かないし見ないです。その注意深く見たり聞いたりする胆力っていうのかな、自分の絵をですね何度も見直したりとか間違い探ししたりとか、結構ここの緻密なですね積み重ねって、結構絵うまくなる上で大事なんだよね。大げさに言うとですね、この世界をどう捉えているか、どう見ているかっていうことがですね、もう顕著に絵に出てしまうんですよ。自分の捉え方そのものをちょっとずつずらしたり変えていかなければ絵ってうまくならないんですよ。だからうまくなんないんですよ。その認識が変わらないから。だから何のために描くのって言ったら、自分のその捉え方や認識を更新するために描くんですよ。模写っていうのはそもそも上手い人と自分の差を知るために模写するんですよ。自分の絵しか見てない、なんか気持ちいい線ずっと引っ張ってるだけではそりゃうまくならないですよね。その自分の引きたい場所、気持ちいい線っていうのは楽な線、今まで描いたことある線なんですよ。描いたことない線、楽じゃない、自分が描きにくい線、自分の指先が行きたい方向と逆かもしれない方、自分の指先を封印して、描く。まず指先が先なんです。指先で今まで描いたことない形を描くんです。それによって初めて自分の認識が変わるの、捉え方が。模写もね難しいんですよ。結局模写してるけど自分の絵になっちゃう人はぜひトレスしてほしいんですよね。みんな結構トレス侮ってる人多くて、トレス難しいですよ。そもそも僕も本当ねトレス難しいなと思います。本当に正確に忠実にその上線の上をなぞるんですよ。それによって初めて、描いてる人の意図っていうのが分かるんですよ。模写なくてトレスね本当難しいんですよ。逆に言うとトレスってのも実は僕は模写と同じ一括りだと思ってます。なんでかっていうと、トレスって実はあれって鉛筆の先の模写をしてるんです。あれ言ってる意味わかります？次どうなってるかなっていう先々の絵を見て、その線を実は模写してんの。車の運転もそうなんだよ。運転してる人さ、自分のタイヤ見ながら運転したらマジでやばいぞ。ジョギング足元見ながら走る人いないんだよね。先々を見て、もう自分の足元はもう通過してる瞬間って見てないんですよ。先を見てるのね。それと同じようにトレスも先々見て、そのペンの下に来てる時はその線見ないよねっていうことから、何かっていうとその先にある線の模写なんですよあれ。だから自分が引いたことない描いたことない線を全部同じような方向の簡単なR っていうかカーブこっていうのにみんなね強制しちゃうのあれ。だからトレスあれね難しいんですよ。なんでトレスが難しいのって言ったら、その絵の認識ができてないからなんです。そういう複雑なうまいプロの人の絵とかね、の絵ってその線に含まれてる情報がやっぱ半端ないんですよ。ちょっとねじってたり、ちょっと立体感そこで出してたりとか、その線を汲み取る、見る目、そしてそれを表現する手っていうものがなければトレスができない。プロのね、動画マンの世界ではですね、原画トレスってやつです。原画をトレスしたやつ。原トレ見れば動画マンの腕が分かると言われてます。これは原画マンもそうなんですけどね、作画監督の修正をのトレスを見れば、その原画マンの、力量が分かると。要するにただ人の絵なぞりゃいいんでしょって、それ相当難しいぞって話なんです。それは下に敷いてる絵をただトレスするだけでも超絶難しいんですよ。っていうことは
隣にある絵を模写するってどっちが難しい当たり前ですけど模写する方が難しいよね。だから目の前に絵あんだったら描けて当たり前じゃないですよ超難しいし奥が深い。あなたのですねオリジナルの個性的な絵っていうものはですね、目の前の絵を模写できなければあなたの個性的なイメージ、脳内のイメージすらも、それを手で再現することはできないんですよ。だって目の前にある絵を再現する方が簡単でしょ。そして下敷きにしたもののトレスの方が簡単でしょ。これ逆算していくと、トレスの練習、模写の練習をしていくと、あなたの脳内イメージを再現する力がだんだん身についていくんですよ。だから圧倒的な模写っていうのは不自由ですよね。だって目の前の形をそのままなぞんなきゃいけない、再現しなきゃいけない。ただそれをやっていくことによって気づいたら、あの時こういう風な動きしてたよね、こういう時こういうことするよねみたいなさ、なんかよく漫画家さんにせよアニメーターさんにせよ脳内イメージみたいなことをサラサラってなんか書いて、なんか何も見ないですげえこの人って思いません？あれって実はちゃんと散々ですね見ながら書いたり、資料を見ながら書いたりっていうことを、腐葉土っていうのかな、枯葉がさ、ほら去年のね枯葉がこうあるでしょ。でこれが土になって、雨降ったりして腐って、それがいい、土になって、そんでもってこう木がさこう生い茂るわけじゃん。それと同じようにあなたの無数のですね過去の模写だったり、見ながら描いたりデッサンしたりとかってした知識のその細かいもうたくさんのその経験の上にですね画力っていうのがね乗ってくんですよ。逆にそういう腐葉土のようなですね、大量のですね、見ながら描いた、経験がなければちゃんと木がね伸びないんです。その栄養がないから。だから絵が上手くなりたいんですって言ったら、コツはありますかって言ったらですね、僕もほとんどの回答はですね、あなたがうまいと思う形を精一杯模写してくださいしかないんですよ。再現しましょう、それしかない。どうインストールするかの話なんです。てかノウハウっていうのは全てそれなんです。どう吸収するかの話なんですよね。そのための理屈なんですよね。形を覚えるためには理屈が必要なんですよ。人体っていうのはある程度比率が決まってます。あれ全く無視してたら形取るの大変でしょ。だから理屈っていうのは覚えるための補足ですしかないんです。逆に言うと理屈が分かんないから書けないですっていう人多いんですけど、逆ですよ。自分で再現するからこそその理屈が染み込むんですよ、自分の体の中で。自分の頭の中で考えてることよりも大事なことは指先で再現することなんですよね。それをどのように吸収するかって言ったら、最初に言ってるように、単純化した形で吸収する、比率を取ったりとかっていう分析、それを補助線を使ったりして、見る補助をするんですよあれね。見る力を補うための補助線としていろんな、アプローチがあるわけですね。だからちゃんと見れてない人はちゃんと描けないんです。描くことばっかりが先行しちゃってる人、うまい絵を描きたいっていう気持ちが先行してしまって、見ることをおろそかというか後回しにすると、結果として時間かかりませんか？そっちの方がなんか脳筋が鍛えられるのか分かんないけど、記憶力が鍛えられると思うんで、なるべく見ないようにしてるんですみたいな。それはうまくならないですよね。常に見る意識を持ってください。自分がどんなものを描きたいかって実は手元だけで探そうとするとですね、そうやって過去の記憶探しみたいなんですよ。過去に自分がいいと思った絵、それを再現しようとしてるに過ぎないんですよ。だったら最初からその絵見れたらいいじゃないですか。何にも土台とか素体とかがない人が過去の記憶のイメージによって形になんかならないですから。基本的な形を覚えていないのに何も見ないで描くっていうのはだいぶ遠回りかなと思います。上手い人のモノマネをひたすらするとね、あらゆるその習得の基本なんです、模写っていうのは。